こんにちは。今日は透かし編みのプルオーバーを作っていきます。大きな花模様で編んでいくので、胸元が華やかになります。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。細いもので、色はホワイト 40g で96メートル。使用界隈の目安は6号。これを今回10号でゆったりと編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。今回私は女性ものの L サイズで作っていきます。最初の鎖の数を61にします。鎖編みをします。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、次も同じ。このまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。次は2段目。鎖3つ、3、裏返します。この端の鎖はあまり緩くならないように編んでいきます。隣に長編み、鎖4つ、1、2、3、4、足元2つ飛ばして3つ目に細編み、1、2、3、細編み、次も細編み、次も、これで細編み3つ、次また鎖4つ、1、2、3、4、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、次も、次も、これで長編み3つ。これが花びらになります。また同じように繰り返していきます。鎖4つ、1、2、3、4、足元1、2、3、細編み、これで3つ。鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、長編み、これを繰り返していきます。鎖4つ、1、2、3、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。最後の細編みに最後の長編み。端は長編み2本。次は3段目。鎖3つ。1、2、3。裏返します。隣の長編みに長編み。
次は鎖の下、ここにかぎ針を入れて長編み2つ、まず1つ2つ、これで4つ。次は鎖2つ、1、2、下の細編みの真ん中に長々編み、長々編みは2回、2本から引き抜いて、また2本から引き抜いて、これで長々編み、鎖2つ、1、2、下の鎖の下、長編み2つ、1、2、で、次の長編み、これで長編み3つ、花びらができました。これを繰り返します。長編み3つ編んだら、次は鎖1つ、また長編み、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、鎖の下、1、2、これで長編み3つ、また鎖2つ、真ん中に長々編み2回、2本2本、もう一度、これで長々編み、鎖2つ、また鎖の下、長編み、これで3つ。これを端まで繰り返します。3つ編んだら鎖1つ、1、2、鎖の下、1、2、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。最後は鎖の1、2、3、3つ目に長編み、上が2本で下は1本、長編み、最後は長編み4つになりました。次は4段目、鎖6個、1、2、3、4、5、6、裏返します。足元2つ飛ばして3つ目、長編みをします。1、2、3、次は鎖の下、長編み2つ、これで長編み3つ、3つ編んだら鎖1つ、また3つ、で3つの塊が2つ。次は上の花、この鎖1つの下のスペース、ここに長々編み、まず鎖2つで、3つと3つの間、長々編み、
これで長々編み。ここに花を作っていきます。また花びら、鎖1、2で、下のここに長編み1、2、3、2つ、長編み3つ編んだら鎖1つで、また3つ、長編み3つを2つ編んだら、次はこの部分長々編み、鎖2つ、長々編み、鎖2つ、またここ3つ編んだら鎖1つで、また3つ、長編み3つを2つ編んだら、また花びら長々編みをします。鎖2つ、1、2、次は長々編み。これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで来ました。今長編み3つ編んだところ、最後は鎖1、2、端の鎖の1、2、3、ここに長々編み、長々編み、次は鎖1つ、裏返します。鎖の根元に細編み、細編み1つ、次は鎖の下、ここに細編み1つ、これで細編み2つ、次は鎖4つ、1、2、3、4で、この長編みの上1、2、3、次も長編み、鎖の下、次も、これで長編み3つ、ここが花で、次も花、間は長編み3つ、次また花びら、鎖4つ、1、2、3、4で、真ん中に細編み3つ、この長編み、長々編みの隣、長々編みの上、この2本の糸の下で、鎖の下、これで細編み3つで、また鎖4つで、長編み3つ、花と花の間は長編み3つ、また花
123で、長々編みの隣細編み1つ上隣、これで細編み3つ鎖4つで長編み、こんな感じになります。また1234細編み1234で長編み、これを繰り返していきます。端まで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖4つ3、4、鎖の下、ここに細編み1つ、最後は鎖の1、2、3、4、4つ目に細編み、これで細編み2つ、鎖6個、1、2、3、4、5、6、裏返します。で、下の鎖、この下に長編み2つ、1、2、次はここ、これで長編み3つ、鎖1つで、またここ、この段はこの段と同じです。鎖1、2、真ん中に長々編み、鎖1、2で長編み、1、2、1、2、このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。鎖2つ、1、2、下の細編み、この端の細編みに長々編み、これで花模様が出来上がりました。あとは長編みで編んでいきます。1、2、3、裏返します。で、この鎖の下に長編み、まず1、もう一つ、これで2つで、もう一つここ、これで4つ、次は鎖1つ、長編み3つを編んでいきます。こことこことここ、1、2、
これで長編み3つの塊ができました。またこの3つを編んでいきます。鎖1つで、また3つ、1、2、3、鎖、また3つ、3つ目、鎖、1、2、3、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目長編み、鎖の下長編み1つ、2つ目、最後は鎖の1、2、3、4、4つ目に長編み、これで長編み4つ、次は鎖3つ、1、2、3、裏返します。隣に長編み、で次から長編み3つ作っていきます。まず鎖1つとで長編み3つ、この長編み3つを繰り返していきます。これで端まで編んでいきます。端では長編み2つになります。この上と鎖の1、2、3、ここで2つになって、また繰り返してしばらく編んでいきます。そうするとこの細長い四角が伸びて斜めになっていきます。まだ途中なんですが、こんな感じになっていきます。糸の区切りのいいところで一旦休んで、次は反対側を編んでいきます。この向きに編んできました。上下を逆にします。で、表と裏を確認します。最初の細編みが表の方が表を上にします。こっちは後ろ身ごろ、背中の方。これから続けて前身ごろを編んでいきます。まずマーカーをつけます。ここが襟ぐりになります。この位置は私は端から14番目の細編み、14番目の細編みにマーカーをつけました。こっちも同じ端から14番目で、真ん中は間の細編みの数が33、長さはちょっと伸ばして測ってだいたい32センチ、端は少し伸ばした状態で12センチ、これぐらいの位置にマーカーをつけました。これは夏なので少し広めにしました。お好みでちょっとずらしても大丈夫です。次は前身ごろで、さっき数えた細編みの数、この間は33。次に鎖を編んでいきます。鎖の数は43。この細編みの数に10プラスします。右のマーカーのところからスタートします。
かりと結びます。で、ここから鎖を編んでいきます。まず1つ、2、3、4、5、このまま必要な数になるまで鎖を編んでいきます。鎖を43編んできました。ちなみに長さは少し伸ばして測って35センチ。次に左側のマーカーにつなぎます。ねじれていないか確かめます。これが最後の鎖。最後の鎖にマーカーをつけます。ここにマーカーでつなぎます。左のマーカーで手前から向こうに糸を引き出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。で、鎖1つ、これでつながりました。こんな感じの襟ぐりになります。次はこの端から細編みをしていきます。この角からスタートします。新しい糸結んでおきます。細編みをしていきます。糸を出して鎖1つ、細編み、次も細編み、次もこのまま鎖の手前まで編んでいきます。鎖の手前まで来ました。ここにも細編み、次から鎖裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編み、次も次もこのまま鎖のこの最後のマーカーのところまで、ここまで編んだら、次はこの引き抜いたところ、ここにも一つ編んで、また一つずつ端まで編んでいきます。端まで来ました。次は花模様を作っていきます。さっきと全く同じです。鎖3つ、長編み1つで、鎖4つと細編み、同じように編んでいきます。鎖1、3、裏返して隣に長編み、鎖4つで、足元1、2、3、細編み、で、このまま続けます。端まで編んだら、次はこの段、次はこれを繰り返して花模様を作ります。その後はこの部分、同じように編んでいきます。このまま好きな長さになるまで編んでいきます。こっちもまた同じように続けて編んでいきます。42センチ編んできました。段数は24段。最後の糸端は切らずに休めています。次は脇を合わせていきます。今裏を上にしました。内側が表になっています。裏を上にした状態で裾から脇の下に当たるところ、こっちは袖ぐりになります。袖ぐりを作る位置にマーカーをつけます。私は肩のところから測ってだいたい20センチ。この段数を数えると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。肩から11の
次にマーカーをつけました。この長編みと長編みの間にマーカーをつけました。で、裾から残していた糸を使って編んでいきます。今手前から糸が出ています。向こうの角は鎖の1、2、3、ここに糸を出して引き抜きます。これでつながりました。鎖1、2で、次の間、ここにかぎ針を入れて、次はこの鎖と長編みの間、入れやすいところに入れていきます。鎖と長編みの間で、また引き抜き編み、これでつながりました。表から見るとこんな感じ、目立たなくなっています。これを続けます。鎖1、2で、次のつなぎ目、ここら辺にこの鎖と引き抜き編みはあまりきつくしないで編んでいきます。こんな感じになります。これでマーカーのところまで編んでいきます。マーカーのところまで来ました。引き抜き編みをした後に鎖1つで、少し長めに糸を残して切ります。で、この糸端を針で始末します。もう一度同じところにしっかりとさせました。次はほどけないようにしていきます。あとは糸端を隠します。これで糸を切ります。反対側も同じように合わせます。次は袖ぐりを細編みしていきます。まずこの脇を縫い合わせたところ、この糸の両隣、こことここ、まずこっちからスタートします。今表が上になっています。襟ぐりを見ると表になっています。で、新しい糸、同じところに糸を引き出して鎖1つで、また同じところ糸を出します。これで2本。次はこの縫い合わせた糸の隣、ここにも糸を出して3本になりました。これを一度に引き抜きます。これが1つ目。マーカーをつけておきます。次から普通の細編みをしていきます。すぐ隣はこの長編みに1つ、次はここには2つ、次また2つ。あまりきつくしないで編んでいきます。また2つ、で
次は鎖4つを編んだところ、1、2、3、4、鎖4つに細編み4つ。まず1つ目、2つ目、3つ目、4つ目。これで細編み4つで、細編みのところには細編み1つで、また鎖4つ、1、2、3、4。次からは長編み2つ。ここは肩のところ、ここに細編み、細編みには細編み1つ。次もこの細編みのところ、次からまた同じ長編みに2つ2つで、鎖4つのところは細編み4つ、細編みには細編み1つ。これで1周します。袖縫いを細編みで1周しました。ここはスタートしたところ、この手前は細編み1つで、最初の細編み、ここで一旦糸を切ります。少し長めに残してで、このまま引き抜きます。これが1つ目の細編み。この2本の糸の下、手前から向こう、これが最後の細編み。最後の細編みの上から裏に出します。これを整えます。つながっているようにします。あとは裏で目立たないように隠します。ほどけないように行ったり来たりして隠します。で、最後に裾に細編みをしていきます。今表が上になっています。目立たない脇からスタートします。ここからスタートします。同じところ糸を出して鎖1つ細編みをします。これが1つ目の細編み。次も長編みの上で、あまりきつくしないで編んでいきます。次は鎖の下、長編み、1つの長編みに1つずつ、鎖の下、また1つずつ、で鎖の下、これで1周します。1周したらこの1つ目の細編みに引き抜きます。さっきと同じです。袖を編んだ時と同じように最後は針で糸始末をします。これでおしまいです。これで出来上がりました。とても綺麗なプルオーバーが出来上がりました。とても可愛くなっています。で、襟縫いも簡単な作り方で作りました。裾は短めにしました。ワンピースなどにちょうどいいサイズになっています。実際に着てみるとこんな感じで下がってとても可愛いシルエットになります。
サイズは上から下まで43、横幅58、襟ぐりは70センチ、袖ぐりは20センチ。使った糸の重さは 160g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。